そのハンコ、押す前に3秒だけ待ってください。先日、視聴者さんから、こんな衝撃的なコメントをいただきました。銀行で退職金の相談をしました。2000万円あるなら、夫婦で1000万円ずつ、一時払いの就寝保険に入りませんか？そう提案されて、契約しようと思います。一見、賢い分散投資に見えますよね。夫婦で分ければ安心だよねと。おしどり夫婦なんて言葉もありますし、財布は一つという感覚の方も多いでしょう。でも、はっきり言います。これ、契約の書き方一つ間違えると、将来、税務署から、贈与税を払ってくださいと、通知が来るかもしれない。超危険な取引なんです。資産を増やすどころか、数百万円単位で、国に没収されるリスクがあります。こんにちは。お金と自由の航路へようこそ。今日は、銀行窓口でよくある、夫婦での保険契約に潜む、恐ろしい名義の罠について、お話しします。自分のお金なんだから関係ない。そう思っていると、大切な老後資金が、税金でがっつり削られることになります。銀行員はニコニコしながら提案してきますが、彼らは税金の責任までは取ってくれません。契約書にサインする前に、絶対に確認すべき、3つのチェックリストを渡しますので、必ず最後までご覧ください。ここからが本題です。最適解は目的次第です。ここではありがちな落とし穴として、一般論をまとめます。まず、なぜ銀行員は、夫婦で分けましょうと提案するのでしょうか。一つは、相続税の非課税枠をアピールするためです。生命保険には500万円×法定相続人の非課税枠がありますよ。こう言われます。しかし、もう一つの裏事情として、契約件数を稼ぎたい。奥様の資産も囲い込みたい。という銀行側の都合があることも忘れてはいけません。では、具体的に何が危険なのか、数字を使ってシミュレーションしてみましょう。例えば、夫の退職金が2000万円でたとします。銀行員のアドバイス通り、夫名義で1000万円、妻名義で1000万円の一時払い就寝保険に入るとします。ここで一番重要なのが、誰のお金で払ったかです。当然、夫の退職金ですから、原資はすべて夫のお金ですよね。しかし、契約書上の契約者名義人を妻にしてしまい、保険料1000万円を夫の口座から振り込んだ場合、これは税務上、夫から妻へ1000万円のプレゼント贈与をしたとみなされる可能性が極めて高いのです。夫婦なんだからいいでしょ。生活費みたいなものでしょ。と思いますよね。でも税務署は、資産形成のための大きなお金の移動には、非常にシビアです。では、1000万円の贈与とみなされた場合、いくら税金がかかるのか。贈与税の基礎控除は年間110万円です。1000万円から110万円を引いた。残り890万円に対して課税されます。一般税率で計算すると、なんと約231万円です。税率は条件により異なります。1000万円を妻に移しただけで、231万円が税金で消える。手元に残るのは700万円台です。どんなに利回りの良い保険でも、入り口でマイナスに 10% 以上。これを取り戻すのは不可能です。これが、名義預金や名義保険の怖さです。さらに恐ろしいのが、満期や解約の時の罠です。もし、入り口で贈与税を免れたとしても、出口で捕まるパターンがあります。例えば、契約者妻、被保険者妻、保険料負担者夫という契約にしていた場合、満期になって、お金が妻の口座に入ってきた瞬間、税務署はこう見ます。あれ、お金を出したのは旦那さんだよね。でも受け取ったのは奥さんだよね。じゃあ、満期金全額が夫から妻への贈与だね。ここでガツンと課税されるのです。本来、自分で払って自分で受け取れば、一時所得として、
税金はかなり安く済むはずでした。利益部分のさらに2分の1課税など。しかし贈与とみなされると、元本も含めた全額に対して、高い税率がかけられてしまうのです。銀行員は、保険を売るのが仕事です。税務署とのトラブルまで、面倒を見てくれるわけではありません。ご家族のためにという、優しい言葉の裏には、こうした複雑なリスクが隠れているのです。では、どうすればいいのでしょうか。銀行の窓口で、この提案を受けたら、絶対に即決しないでください。一度持ち帰って確認します。そう言って、次の3つのポイントを必ずチェックしてください。チェック1、契約者、名義人は誰か、誰が解約や変更の権利を持つかです。チェック2、被保険者、対象となる人は誰か、誰に万が一のことがあったら払われるかです。そして一番重要な、チェック3、保険料負担者、お金を出す人は誰か、実質的に誰の財布から出たお金かです。この3つが、どういう組み合わせになっているか、図に書いて確認してください。一番シンプルなのは、自分のお金で自分が契約し、自分にかける。契約者イコール夫、被保険者イコール夫、負担者イコール夫。これなら問題は起きにくいです。受取時も一時所得扱いになり、税制優遇を受けやすいです。もし、夫のお金で妻の保険に入るなら、契約者も夫にしておくか、あるいは、年間110万円以内の歴年贈与を使って、数年かけて妻にお金を移してから、妻の財布から払うか、そういった対策を、税理士に確認する必要があります。銀行員が、皆さんやってますよ。税金なんてかかりませんよ。と言っても、絶対に鵜呑みにしてはいけません。彼らは税理士法により、具体的な税務相談には乗れない立場なんです。つまり、大丈夫という言葉には、何の法的保証もありません。まとめます。退職金という大きなお金、夫婦で分け合うこと自体は、素敵な考えです。私も妻には感謝しています。ですが、安易に保険という形にして、名義を複雑にすると、思わぬ税金トラブルを招きます。契約者、被保険者、負担者、この3つがずれていないか、ずれているなら、税金はどうなるのか、必ず家に持ち帰って、冷静にシミュレーションしてください。その場の雰囲気でハンコを押すことだけは、絶対に避けてくださいね。今日の動画があなたの大切な資産を守る盾になれば嬉しいです。もし役に立ったと思ったら、いいねボタンで教えてください。これからも一緒に賢くお金を守っていきましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。